こんにちは、ハリーです。今日は東京の美味しい食べ放題ランキングベスト10をご紹介します。東京にはホテルビュッフェやパンビュッフェ、高級寿司食べ放題など様々な食べ放題がありますよね。ただ、お高くてなかなか行けないということないですか？そこで今日の動画では年間600件以上食べ歩く僕が選ぶコスパ最高の食べ放題たちトップ10をご紹介します。今日の動画を見たらきっと皆さん来週は食べ放題に行ってますよ。今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。それでは早速参りましょう。まず第10位はベーカリー&レストラン沢村新宿店さんです。新宿駅新南改札から歩いて5秒、ニューマン新宿の入り口にあります。沢村さんは今年6月にリニューアルオープンした軽井沢の名店洋食です。店内は中央にあるカウンター席を囲うようにテーブル席があります。お客さんは9割が女性で、20代から70代と幅広い年齢層の方が女性同士やデートで来ています。ランチメニューはこちらです。お肉からお魚、サラダ、パスタなど幅広く人気なので気分に合わせて選びましょう。メインを頼むとパン食べ放題とサラダがついてきますよ。熟成酵母のこだわりパンは厳選した小麦を使用しているだけあって香りと旨味が強く非常に美味しいです。この日は1回目にくるみ、食パン、フランスパン、おかわりで雑穀のプチプチ食感が楽しいセレアル、しっとり食感のルバン、フォカッチャをいただきました。メインのソースはもちろんオリーブオイルや塩もあって、これはもうパンが止まらなくなる美味しさです。食べる直前にオーブンで焼いて提供してくれるのも嬉しいですよね。メインは若鶏もも肉と豚肩ロース黒ビール煮込みをいただきました。若鶏もも肉はパリッとした皮目ともっちりとした身が素晴らしいコントラストです。ただそれよりも素晴らしいのがこの豚肩ロースです。軽井沢の黒ビール木陰でじっくり煮込んだ豚肩ロースはほろほろにほろけて非常に美味しいです。豚の旨味にビールのほろ苦さが絶妙にマッチしています。沢村さんは軽井沢の人気店がここ新宿でも楽しめるとあって、いつも大行列になっています。この日は平日10時45分について14番目1巡目で入れたんですけど、10時50分に来た人は2巡目になっていましたよ。ランチは予約不可なので早めに並ぶようにしてくださいね。続いて第9位はモーヤンカレーさんです。池袋、新宿、東京駅などにあります。モーヤンカレーさんは香味野菜を3倍使用、体にいいを追求した絶品カレービュッフェです。店内は木を基調としたナチュラルな空間です。カレー食べ放題ということは若い男性ばかりかと思いきや、ご年配の方や女性もすごく多いです。ランチは1回盛り、おかわり1回、食べ放題から選ぶスタイルです。ビュッフェコーナーには3種類のご飯と4種類のカレーをはじめとしてずらーっと料理が並んでいます。カレー以外にもタンドリーチキンやうどん、春雨もあって、サラダもなんと約15種類もあります。1000円台でこんなにも食べられるなんて本当に嬉しいですよね。モーヤンカレーはカレーやフレンチの名店で修行した辻智太郎さんが体にいい食事を追求して誕生しました。その特徴は小麦や添加物は一切不使用、厳選した香味野菜を通常のカレーの約3倍使用していることです。玉ねぎだけでもカレー1食に丸ごと1つ分が含まれているなんて本当にこだわっていますよね。また薬膳漢方と26種類ものスパイスを調合してお通じにも効果があると言われているんですよ。そのカレーを一口食べてみると、コクと酸味のあるルーにみずみずしい野菜の甘みが溶け出していて非常に美味しいです。ポークカレーは豚の旨味と甘みも楽しめます。
一方ほうれん草カレーはニンニクとカルガモを使った非常にパンチある味わいです。緑だから女性好みでしょと思うかもしれないんですけど、がっつり好きの男性こそ楽しめるカレーですね。オレンジ色のヒマラヤカレーはクミンの効いたピリ辛味で、20倍カレーは名前の通り非常に辛いカレーです。モーヤンカレーさんのすごいところはカレー以外のお料理も本当に美味しいところです。特にこのタンドリーチキンは皮はパリッと、身はジュワーっとジューシーで非常に美味しいです。さらになんとルイボスティーやコーヒーも飲み放題でいただけるんですよ。モーヤンカレーさんはカレーはもちろん野菜狙いで来る方も多く、お米は少なめにして野菜とカレーを楽しむという女性も多いです。カレーにとどまらない最高のビュッフェなので、皆さんぜひ行ってみてください。続いて第8位はスターバックス食べ放題が楽しめるアペリチェーナです。銀座駅直結で行ける松屋銀座のお隣にあります。アペリチェーナは予約が5秒で埋まる日本で唯一のスターバックス食べ放題です。スターバックスリザーブストア銀座マロニエ通りの中にあって、こちらの2階で食べ放題を楽しむことができます。さすがはスターバックスさんだけあって、店内は非常におしゃれな空間です。お客さんはたくさん食べそうな若者グループからまったりと過ごされるご夫婦、マダムまで幅広い方が来ています。お一人様で食べ放題に来ている人も多く、店内には食べ放題の人と普通にカフェ利用をしている人が混ざっているので、一人でも気にせず楽しむことができます。食べ放題は3850円一択で、ドリンクが1杯無料でついてきます。コーヒーや紅茶はもちろん、ビールやワインも頼むことができますよ。食べ放題は階段を上がって右側にあるコーナーからいただくスタイルです。何を食べたいか迷うという人は店員さんに全部食べたいですと伝えましょう。すると、かしこまりました、まずはおすすめのブレッドを中心に装うので、2回目はオードブルメインで提供しますねといったように丁寧に教えてくれて、すごく綺麗に盛り付けてくれますよ。さすがはスターバックスさんだけあって、店員さんの接客がすごく丁寧なので、初めてでも安心ですね。ということで1回目を持ってきました。まるでプレートセットのように綺麗に盛り付けてくれるのも食欲がそそられますよね。さあ、そのお味は正直普通に美味しいというレベルです。こんなことを言うと天下のスターバックス様に怒られそうなんですけど、例えるなら航空会社の空港ラウンジといった感じで、確かに美味しいんですけど感動まではいかないという具合です。スターバックスの食べ放題と期待値が上がりすぎていたのも影響しているのかもしれませんね。ただ何よりもこの空間が本当に素敵で、店員さんの接客も丁寧、日本でここ銀座でしか食べられない食べ放題というプレミアム感が食べていて本当に気持ちよくて、僕は人生で一度経験しておいて本当に良かったと心から満足になりました。この食べ放題の時間が無制限というところも嬉しいポイントです。友人や彼女にもスターバックスの食べ放題なら誘いやすいですよね。ただこちらの食べ放題は一つだけ大きなデメリットがあって、それは予約が5秒で埋まるほど大人気ということです。予約時間は5時、5時30分、6時、6時30分の枠があって、1週間前の10時に開放されます。僕は3回チャレンジしたんですけど、一番長く滞在できる人気の5時からは2回とも予約できず、3回目最初から6時30分の枠を狙った時は予約することができました。予約のポイントは10時前にテーブルチェックにログインしておいて、10時になった瞬間に予約することですよ。続いて第7位は遊園さんです。四谷三丁目駅から歩いて5分のところにあります。遊園さんはミシュラン獲得、心から大満足になる中華です。店内はウッディな内装をした山小屋風の空間です。
お客さんは地元の方やサラリーマンの方がお一人様からグループまで様々なシーンで来ています。ランチはメインを一つ選んでサラダやカレー、焼きそばをビュッフェでいただけるスタイルです。一番人気は油淋鶏なので、迷ったら油淋鶏を選びましょう。油園さんのビュッフェではサラダを中心にカレーや焼きそばも揃っています。こんなにも揃ったビュッフェが1300円ということは、メインの量や味が心配になりますね。そんな不安を抱えながら油淋鶏と冷やし担々麺の登場です。直径20センチもある超ビッグサイズの油淋鶏が出てきました。あ、わかった、これビュッフェやメインの味はいまいちなやつだなと思って食べてみると、ものすごく美味しいです。油淋鶏は上からタレをかけているのに、衣のカリッと感が損なわれておらず、中はしっとりジューシーな仕上がりです。チキンの旨味に甘辛いタレがかかることで、ご飯がどんどん進む最高の美味しさです。山椒の効いたしびれる冷やし担々麺もお箸が止まらない美味しさです。それもそのはずで、こちらのシェフの大内さんは青山シャンウェイの料理長や神楽坂エンジンなど中華料理一筋20年の経歴でミシュランも獲得しているんですよ。40分制という時間制限はあるんですけど、ボリューム、味、接客ともに完璧なお店です。ご飯がおかわり無料なのでビュッフェのカレーで締めるというのもおすすめです。続いて第6位はもつ吉渋谷店さんです。渋谷駅からセンター街を歩いて10分くらいのところにあります。もつ吉さんは美味しいおばんざいを食べ放題でいただけるお店です。8階にある店内は大きな窓から光が差し込む綺麗な空間です。お客さんは20代から70代と幅広い年齢層の方がお一人様からグループまで様々なシーンで来ています。男女比は少し女性の方が多いくらいで、男性女性問わずお一人様も多いです。ランチは1500円の今日のおばんざい食べ放題のみです。ずらーっとたくさん並んだおばんざいたちは見ているだけで美味しそうですよね。サラダや明太子、だし巻き卵はもちろん、なんとローストビーフまで楽しめるんですよ。ということで1回目を持ってきました。もつ吉さんのおばんざいはどれもがすごく美味しいです。1000円台の和食の食べ放題なのに、ここまでクオリティが高いのは本当に素晴らしくて、僕が渋谷に行くときは毎回でも食べたいと思えるほどの満足度でした。特にこのローストビーフが美味しくて、僕は贅沢なローストビーフ丼にしていただいちゃいましたよ。続いて第5位は在来食堂さんです。東銀座駅からすぐ歌舞伎座の裏あたりにあります。在来食堂さんは野菜不足の救世主、千葉県産無農薬野菜を食べ放題でいただけるお店です。店内はウッドテイストの落ち着いた空間です。お客さんは20代から60代と幅広い年齢層の女性が多いです。男性はご夫婦で来ている方くらいで、お一人様女性や女性同士の方が多いですね。ランチメニューは野菜ビュッフェのみです。見てください、このお野菜たち。ずらーっと並んだ姿は非常に美しいですよね。在来食堂さんの特徴は、このお野菜たちが新鮮で非常に美味しいことです。いわゆるサラダバー的なお店は、とりあえずサラダを用意しましたというお店も多い中、在来食堂さんはちゃんと新鮮で野菜そのものの味を楽しめるのが素晴らしいです。在来食堂さんは今年1月にオープンしたばかりなんですけど、すでに大行列ができる人気店になっています。店員さんに一番待たない時間を聞いてみたところ、土曜日日曜日なら11時よりも前に並んで、
平日でも11時15分くらいには並んだ方がいいみたいです。座席数はカウンター4席と2人掛けテーブル10択なので、並んだ時に何番目かをカウントすると安心ですよ。続いて第4位はホテルニューオータニさつきさんです。四ツ駅と赤坂見附駅の間にあります。ニューオータニの朝食ビュッフェは健康と発酵をテーマにした究極の朝食ビュッフェです。こちらのビュッフェは総料理長の中島さんが日本全国を訪れて見つけた厳選食材のみを使用した新最強の朝食と打ち出されていて、和、洋、中の王道メニューはもちろん、ピエール・エルメのパンや話題の岩泉ヨーグルトなどこだわりが詰まった豊富なメニューが並んでいます。ビュッフェでピエール・エルメが食べられるなんて驚きですよね。先にお値段をお伝えしておくと、大人6500円、サービス料込みで7500円といいお値段がします。正直朝食で7500円ってめっちゃ高っと思うんですけど、それに見合ったお料理とサービスを提供してくれます。ランチビュッフェなら1万円以上するお料理たちなので、たまにはこういう贅沢な朝食もいいですよね。中でも僕のおすすめはこちらのイクラ食べ放題です。ドーンと思いっきりイクラが食べられるなんてなかなかない経験ですよね。さらにさすがはニューオータニさんだけあってお味もちゃんと美味しいです。他にも玄米を食べて育った鶏の卵で作る玄米卵オムレツや、冒頭ご紹介したピエール・エルメのパン、菅本首相お気に入りのパンケーキ、話題の岩泉ヨーグルトなど大満足になること間違いなしのラインナップですよ。ちなみに話題の岩泉ヨーグルトとは、岩手県岩泉の牛から取れる完全無添加のヨーグルトのことで、メジャーリーガーの大谷翔平選手が世界一美味しいヨーグルトと太鼓判をしたヨーグルトです。店内は歴史を感じさせる古き良き空間で、総席数は190席もあるのでかなり広々としています。店内が満席状態でもビュッフェ台がそこまで混雑していないので、まったりと楽しめる大人の朝食ビュッフェですね。待ち時間としてはこちらのビュッフェは大人気で、7時から10時までの営業時間のうち8時以降だと待ちが発生するので、行けたら7時台に行くのがおすすめです。東京都内でもトップレベルのホテル朝食をぜひ食べてみてください。続いて第3位はモアザンタパスラウンジさんです。新宿駅西口12分、都庁前駅からなら歩いて5分の新宿中央公園の裏あたりにあります。モアザンラウンジさんは2ヶ月前から予約が埋まる大人気のパン食べ放題です。ザ・ノット東京新宿というホテルの1階にあるので、店内はナチュラルテイストのおしゃれな空間です。お客さんは20代から60代の女性が多いです。9割の方が女性で、デート、女子会で来ている2人から4人の方が多いですね。ビュッフェにはハード系のパンや卵パンといったお惣菜パンはもちろん、グラタンやパスタ、豚肩ロースなどのお食事、ドーナツやタルトなどのデザートまで幅広く揃っています。こんなにもたくさんのお食事が並ぶなんて、見ているだけで癒されますよね。ということで1回目を持ってきました。サラダやおかず、パンまでいろいろな種類を食べられるのがビュッフェの醍醐味ですよね。モアザンラウンジさんのすごいところは、パンに加えてサラダや生ハム、パスタもすごく美味しいところです。パン食べ放題のお店はパンにはこだわってるけど他のお料理はいまいちというお店が多い中、モアザンラウンジさんはパン以外も本当に美味しいです。見た目や雰囲気よりも味を求める僕みたいな人にはたまらない食べ放題ですね。これで1人3500円というお値段は、2ヶ月前から予約が埋まるのも納得のコスパです。温かい紅茶は席にいて目の前でサーブしてくれたり、美男美女揃いの店員さんが明るく接客してくれる点も大きな推しポイントですよ。モアザンラウンジさんの予約は2ヶ月前に開放されるんですけど、予約枠がすぐに埋まるので、行きたい日を決めて2ヶ月前から準備するのがおすすめです。当日席も一部用意されているので、待ってもいいからその日に食べたい
という人は待つ心づもりをして当日行くのもおすすめです。続いて第2位は丸丸市児玉ステーキ&ロブスターさんです。目黒駅直結アトレ目黒2の2階にあります。児玉さんは生ハムローストビーフ、なんとカヌレまで食べ放題、満足度抜群のビュッフェです。店内は大きな窓から光が差し込む明るい空間です。お客さんは若者から大人まで幅広い年齢層の方がデート、ご夫婦、女子会など様々なシーンで来ています。意外とお一人様が多いのも特徴ですね。注文はメインを一つ選んで、あとはビュッフェをいただくスタイルです。メインの中では特にステーキが人気なので、迷ったらステーキを選びましょう。ビュッフェ台には生ハムやローストビーフ、マリネ、サラダ、パンなどがあります。1000円台なのにこんなにもたくさんの種類があるなんて本当に幸せですよね。ということで持ってきました。さすがはお肉屋さんだけあって児玉さんの生ハムやお肉は本当に美味しいです。正直1000円台でメインもつくビュッフェと聞いた時はさすがに味はいまいちなんだろうなと思っていたんですけど、児玉さんは非常に美味しいです。レタスとローストビーフ、パンがあるのでこんな感じにサンドにしていただけるのも楽しいです。さらにデザートとしてなんとカヌレも食べ放題なんです。こちらのカヌレももっちもちの味わいで食べていると本当に幸せです。こんなにも素敵なビュッフェは心から満足になります。待ち時間としては児玉さんは整理券制になっているので、目黒での予定の初めに発見して、その後目黒の予定を終えて戻ってくるという順番がおすすめですよ。ちなみに僕が日曜日に行った時はオープン時間の11時から全員入れて、12時には20組待ちになっていました。皆さんが行く時の参考にしてみてくださいね。そして栄えある第1位は銀座のみこ寿司さんです。銀座6の裏にあるビルの11階に入っています。銀座のみこ寿司さんはウニ好き必見、心から思いっきり楽しめるウニパラダイスのお寿司屋さんです。店内はヒノキでデザインされた高級感ある空間です。お客さんは20代から60代の1人とか2人で来ている方が多いです。銀座のみこ寿司さんはランチ限定の食べ放題が名物なので、今日は食べ放題をご紹介しますね。こちらの食べ放題は最初におまかせコースで出てきて、その後好きなネタを好きなだけおかわりできるおかわりタイムがやってきます。まずはウニが6貫出てきます。この日のウニはカナダ、ロシア、宮城県ですね。海外産のウニなんてありえないと思った方、僕も最初はそう思ったんですけど、これが本当に美味しいです。僕の行ったこの日は10名くらいのお客さんがいたんですけど、一番人気はロシア、カナダもこの後に紹介する握りスタイルで楽しめて本当に人気でした。続いて九州のソデイカです。ソデイカはねっとりとした食感でイカの甘みが感じられます。北海道産のホタテはシャリが見えなくなるほどのビッグサイズです。分厚い身のプリプリとした食感と心地よい歯ごたえからとろける甘さが感じられて非常に美味しいです。長崎県産本マグロの赤身は赤身なのに脂を感じられる濃厚な味です。淡白な味のエビをここで挟んでくれることで口の中が一度落ち着きます。高知県産のカンパチは身のコリコリ食感を感じながらさっぱりとした旨味と甘みのある上品な味わいです。愛媛県産のマダイは上品な甘みが感じられます。コースの後のおかわりタイムで10貫くらい食べるつわものもいたほど美味しいマダイですね。ここでしめ鯖が入ることでお口の中がまたリフレッシュされます。
そしてこちらが10人いてほぼ全員がおかわりしていたとろ鉄火巻きです。こちらの鉄火巻きはとろっとろの鉄火が風味豊かな海苔に包まれていて本当に美味しいです。鉄火巻きが目の前で作られていくこのライブキッチン感もカウンター寿司ならではの楽しみですよね。長崎県産の真アジはしっかりとすりおろしされたネギが乗っていることで、アジのうまみにすりおろしネギのうまみが素晴らしいコンビネーションです。お次の長崎県産本マグロの中トロもほっぺたが落ちるほど脂の乗った絶妙なトロです。締めの煮穴子は甘いタレとマッチしたまさにお寿司界のスイーツです。さあ、ここまでがおまかせ握りコースで、ここから食べ放題タイムのスタートです。みこ寿司さんでは好きなものを3貫ずつ90分経つまで何度でもおかわりすることができます。特にすごいのがマグロやマダイといったウニ以外のネタにもなんとウニを乗せていただけるんです。こちらはみこ寿司の大将がウニが大好きすぎて、本当に美味しいウニをみんなに食べてもらいたいという思いでやっているみたいですよ。手巻き寿司にもウニを乗せることができて、綺麗なウニが金色に輝いています。さらにすごいのはウニを軍艦ではなく握りでもいただくことができます。こんな食べ方ができるのはウニにこだわるみこ寿司さんならではですよね。濃厚な味のウニが海苔に邪魔されずにダイレクトに来るので、ウニそのものを全力で感じることができます。いいなぁ、たくさん食べたいけどそんなに食べられるか不安という人はシャリなしでも食べられるので安心してくださいね。僕がみこ寿司さんで素晴らしいと思ったのは、美味しいお寿司に加えて店員さんの素敵な接客です。お客さんと常に笑顔で、時には冗談を挟みながら楽しそうに会話されていて、お腹だけでなく心も満腹になるほど大満足のお寿司屋さんですよ。さらに驚きなのが、こんなにも大満足になる食べ放題でお値段なんと1万1000円なんです。1日の昼だけでこんなにもウニを使うのに、このお値段でやってくれるのは本当に嬉しいですよね。みこ寿司さんの唯一の欠点は、人気すぎて予約が5分で埋まることです。予約は毎月1日の0時に翌月分の予約枠が開放されます。予約のポイントとしては、土日の食べ放題ランチはすぐに埋まるので、あらかじめ平日で行ける日を決めておいて、0時の開始時間とともにその平日枠を狙いに行くという方法がおすすめですよ。最高に美味しいウニと最高に満足になる接客をぜひ楽しんでください。今日は東京の美味しい食べ放題ランキングベスト10をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は10のお店をご紹介したので、僕の方で分かりやすいように表にまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、参考にしてくれると嬉しいです。今日ご紹介した10のお店の場所はこちらですよ。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。今年6月にリニューアル、絶品パン食べ放題ならベーカリー&レストラン沢村さん。香味野菜3倍使用、体にいいを追求した絶品カレービュッフェならモーヤンカレーさん。予約が5秒で埋まる日本で唯一のスターバックス食べ放題ならアペリチェーナさん。ミシュラン獲得、心から大満足になる最高の中華ならゆうえんさん。一つ一つがすごく美味しいおばんざい食べ放題ならもつきち渋谷店さん。野菜不足の救世主、今年1月にオープンした大人気の野菜食べ放題なら在来食堂さん。健康と発酵をテーマにした究極の朝食ビュッフェならホテルニューオータニさん。2ヶ月前から予約が埋まるホテル空間のパンビュッフェならモアザンタパスラウンジさん。満足度抜群、コスパ最高のビュッフェならバルマルシこどもさん。ウニ好き必見、心から思いっきり楽しめるウニパラダイスなら銀座のみこ寿司さんがおすすめです。ぜ
ぜひ行ってみてください。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。僕はグルマンという YouTube のメンバーシップをやっています。グルマンの特典は主に4つです。1、YouTube でまだ紹介していないお店をメンバーシップ限定で先に公開します。YouTube にアップすると混んでしまうニューオープンの美味しいお店や隠れた名店もこのメンバーシップでは躊躇なくご紹介しています。2、メンバー限定の顔出し生配信を開催しています。僕は普段顔出ししていないんですけど、メンバーシップの方限定ライブでは顔出しして皆さんからの質問に答えています。3、東京を中心に日本全国にピン止めされている Google マップの共有です。このマップを見れば皆さんがどこに行こうと観光、お食事、カフェなど楽しめるスポットが一目でわかるようになっています。4、僕の開催するオフ会への優先参加券です。僕はオフ会を約2ヶ月に一度開催しています。社会人になって新しい出会いって全くなくなりましたよね。そんな中、オフ会に来るとグルメという共通の趣味を持った人と出会えて、カフェやランチに一緒に行ける友達ができる素敵な場になっています。お一人様の参加が7割なので、最近東京に来て友達がいないという人も安心して参加できますよ。以上がグルマンの特典です。少しでも興味を持ってくれた方はメンバーになるボタン、または概要欄のメンバーシップ登録はこちらというボタンを押してメンバーシップグルマンのメンバーになってくれると嬉しいです。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。これからもおすすめのお店を上げていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。